まだ半分しか覚醒していない耳に、かすかな、ギョリ、ギョリという音が聞こえた。小さな貝殻をこすり合わせるような静かな音だ。膝の上に落ちていた文庫本をテーブルに置き、あゆみは軽く背伸びをしてから立ち上がった。傾き始めた日差しのオレンジ色をした薄闇が入り込んだ部屋は、一瞬、景色が違って見え、自分の部屋ではない、どこかの全然知らない場所に見えた。静かすぎるせいかもしれない。気晴らしに、途中まで読みかけだった恋愛小説を読み始め、数ページもいかないうちに、キッチンの椅子に腰掛けたまま眠り込んでしまったようだ。またさっきの、ギョリ、という音がした。その音の主は窓辺に置かれた鳥かごの中にいた。小雪も居眠り中なのね。そっと近づいて優しく話しかけた相手は、あゆみがこの部屋で一緒に暮らしているオスのボタンインコである。小雪という名は、真っ白な羽色が雪を連想させたので、小雪と名付けた。その小雪は、居眠りをしているとか、遊んでいる時以外で静かにくつろいだ気分の時に、上下のくちばしをこすり合わせて、ギョリという音を立てた。だから彼がこの音を出しているということはリラックスして満ち足りている証拠である。先々週までは小雪の他にも同居人がいた。約1年同棲していた同い年の彼氏だったが、あゆみのアパートの部屋に転がり込んできた時と同じように、その少ない荷物とともに唐突に出て行って、彼と暮らす前の小雪と2人の生活に戻った。破局といえば破局なのだが、そんなドラマチックなものじゃないと、あゆみは思っている。大して行く気もなかった高校の時の同窓会になんとなく出席して、その二次会で同じクラスだった彼となんとなく意気投合し、そのまま成り行きでホテルへ行った。そしてどこが始まりなのかわからないうちに、いつの間にか恋人同士になり、お互いの仕事が休みの日にデートをしたりキスをしたり、一緒に住むようになってからは、あゆみの狭いベッドの上で昼間から裸で抱き合ったり、しかしそんな何の進展もない恋は、いつかデートの最中に見た砂で作ったアート作品のように、さらさらとゆっくりゆっくり崩れて、気づかないうちに跡形もなく消えていた。一緒に住む理由が消え失せてからも、しばらくの間、彼はこの部屋でぐずぐずしていた。しかし、愛情があろうとなかろうと、夕食後の歯磨きみたいに習慣になってしまったセックスの後に、何気なくあゆみが口にした、いつまでここにいるのという言葉によって、二人とも魔法が解けたように我に返り、すべてはずっと前に終わっていたことに遅ればせながら気がついた。まるで居眠りしている間に映画の本編が終わり、エンドロールが流れ始めてからやっと目が覚めた時のように。だから彼が出ていく時も、惜別の涙や感動的なセリフはなかった。さようならも今更な気がしたから、彼が場違いな感じで、じゃあと手を挙げ、あゆみがうんと答えただけでおしまいだった。ドアが閉まってジエンド、感動の拍手はなし。失恋の痛みなんてこれっぽっちも感じなかった。痛みはなかったが、彼が出て行ったことは、ある後遺症をあゆみに残した。何もやる気が起きないのだ。昼間の仕事中は以前と何も変わらない。でも自分の部屋に帰ってきた途端に体がだるくなり、気力がどこかへ行ってしまう。日曜日には部屋から出なくなった。今日もそうだ。せっかくのよく晴れた休日なのに、いつまでもぐずぐずとベッドの上で毛布にくるまり、10時を回ってからやっと起き上がる。そしてぼーっとしたまま部屋着に着替え、昨日の残り物で適当に遅い朝食を済ませてからだらだらと洗濯を終わらせると、すでにお昼近い時刻になっている。どこかへ出かける気も何をする気も起きなかった。彼がいなくなり、一人になったあゆみの話し相手はインコの小雪。3年前、生まれたばかりのまだ毛も生えていないピンク色の小さなヒナから育てた。だから手乗りどころか手の中で寝てしまうほどあゆみに慣れて心を許している。でもそれはあゆみに対してだけ。ボタンインコはとても賢く、人を識別するので、彼に対してはいつまで経っても懐かなかった。うかつに手を出すと噛まれた。
俺に焼きもち焼いているのかな。さあ、小雪に聞いてみようか。聞くって、インコに言葉なんてわからないだろう。そんなことないよ。ねえ、小雪。彼と交わした他愛のない会話。思い出と呼ぶにはあまりにも儚いおぼろげな記憶。またギョリッと音がした。見ると、小雪が薄く目を閉じてくちばしをもぐもぐさせている。またまどろんでいるようだ。なんだか幸せそう。小雪が奏でる小さなギョリッという音を聞くと、いつも平和で優しい気持ちになる。鳥かごの扉をそっと開け、ふわっと膨らんだ小さな体に触れた。それは夢のように柔らかくて温かで、歩みはなんだか幸せの塊みたいだと思った。小さな幸せがふわっと集まった小さな温かい塊。優しく手の中に包み込んでみると、その幸せがじんわり流れ込んでくるような気がした。